どんな技術だって、どんな勉強だって、いつでも私たちは最終到達点までの過程の中にいるんだろうと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第57回です。現在は化粧油本第7についてお話をしています。ここまでを少し振り返ります。釈尊は過去世からの因縁をもって衆生を導いていこうとします。まず三千人連合という大変昔に大通知小仏という仏がいたと説かれます。その大通知小仏には16人の王子たちがいました。そして大通知小仏に対して16人の王子たちをはじめ諸天前人が真の教えを説いてくれとお願いするんですね。その時に有名な元二四空六風牛王一切ガー東洋修上海宮成仏道という有名なお経文が説かれていったわけです。そしてその願いを受けて大通知小仏は法華経を説かれたんですね。ところがやはりその法華経に対して疑いを持つ人々が出てきます。その数千万の句。大変な数ですね。さてここから大通知小仏や16人の王子たちはどうしていくのでしょうか。それが本日の内容です。大通知小仏は疑いを持つ人々に対して粘り強く、またとても長い時間法華経を説いていきます。そして大通知小仏は一旦禅定といって瞑想の状態に入られるわけです。そうすると誰も説法をしてくれる人がいなくなってしまいますね。そこでこの時16の菩薩舎弥は仏が室に入れて若年として禅定した門を知っておのおの宝座に登りて、また八万四千校において支部の衆のために広く妙法華経を説き分別すとあります。この時16の菩薩舎弥、これ16の王子ですね、王子たちが仏が禅定に入られたことを知って、おのおのがこの16の菩薩舎弥たちおのおのがそれぞれ説法の座に登り、また八万四千校という極めて長い歳月の間、支部の種、相続ですね。相続の男女たちのために広く妙法華経、妙法蓮華経を説き明かしたと、こうあるわけです。つまり、大通知小仏が禅定に入ったので、それを受けて16の菩薩舎弥たちが発心して、そして法華経を説いていくということになるんですね。これを大通復興と言ったりもします。大通知小仏が行ったことを改めて16の菩薩舎弥たちが講じたということのその意味ですね。その一人一人が、その16菩薩舎弥の一人一人がとてつもない数の命を導いていきます。いちいちに皆、600万のくなゆうた豪華者等の主情を脅し、自教し力して、アーノクターラー303宝台の心を起こさしむと。そして一人一人がそれぞれ600万のくなゆたのガンジス川の砂の数にも等しい数の生きる者たちを再度し、示して教え、利益と歓喜を与えて、この上なき悟りの心を起こさせたというんです。この豪華者は、以前にも出ましたけども、ガンジス川の砂の数ほどという意味ですね。ですから、数えきれないほど多いという意味と取ってよろしいかと思います。ガンジス川はインドがありまして、この辺りを流れる川ですね。よくガンジス川はインドの真ん中の方を通っているというふうに思われる方がおられるようでございますけども、ヒマラヤ山脈があって、その横にネパールがあって、その横を流れていくわけですね。でこの川の流域沿いに文明が発達してきた歴史があります。下流は現在のバングラディッシュのベンガル湾に注ぐんですね。このガンジス川が宗教や思想に与えた影響も多大で、この川の流れに生命観や宇宙観を見るということもあります。雄大な川の流れに流転する生命や時間というものを感じていくんだと思うんですね。さて、16人の王子たち、16の菩薩舎弥が彼らが法華経を説いていったというわけですね。そして釈尊は次のように宣言します。この菩薩たちはいつも願って法華経を説いてきた。計り知れない多くの生きる者たちは
この菩薩と共に繰り返し生まれ変わり、そのためにこの菩薩に従って法を聞き、皆教えを信じ、理解してきたと。この因縁はなおずっと続いているのである。過去世からの16人の菩薩たちと、それぞれが供化した衆生との因縁はずっと続いているんだと仰せなんですね。そしてこの16人の菩薩たちは、それぞれの国で仏となり、今も教えを説いていると。例えば、一番年上の菩薩は、東方の漢義国というところで、阿宿仏という仏になったと説かれています。あまり聞き慣れない仏様ですね。で、ここから順番に、この16人の王子たち、菩薩が仏になったその名前が列挙されていきます。中には、西方に二仏がいて、一人は阿弥陀さんですよと、こう示されている部分もあります。そして、第16は我釈迦牟尼仏なり、シャバ国土において、アーノクターラ300三宝台を上ぜり、とこうあります。第16番目は、私釈迦牟尼仏であり、このシャバ世界において、この上なき悟りを成就したんですよと、こう宣言するんですね。今、私たちが生きている世界で、釈迦牟尼仏は仏になったんだというわけです。では16番目の王子、いわゆる末っ子ですね。末っ子が実は釈尊だったというんですね。そして今目の前にいる衆生たちですね。今法華経を聞いているその人たちというのは、自分が遥か昔から教え導いてきたガンジス川の砂ほどの多さの衆生なんだと。あなたたちは私と生まれ変わり、その度にこの法華経を聞いてきたんだよ。そのことを忘れているだけなんだよとこう説かれるんですね。大通知小仏の16人の王子たちはそれぞれの場所で衆生を導いていった。大変な数の衆生を導いていったわけですね。16番目の王子はシャバ世界において釈迦牟尼仏となって釈尊となって何度も何度も生まれ変わりながらその度に法華経を説き、そして同じ衆生を導いてきた。そういった因縁があるんだよとこう宣言されたわけですね。そして世間に二乗として滅度を得ることあることなし、ただ一仏乗をもって滅度を得るのみとこうありまして、この世界において正門と円覚の二つの乗り物に乗って悟りの境地に入るということはありえないんだ。ただ一仏乗の教え、法華経をもって悟りの境地に至ることができるんだと。衆生を導くために仮の教え、方便を説くけど、最終的には一仏乗である法華経を信受するんですよと、こう仰せなんですね。そしてこの流れを確認するために、この化粧湯本の題名にもなった化粧の例えがここから説かれていきます。例えば、五百余順の絢爛悪道の虚しく耐えて人なく不意のところあらんがごとしと。例えば、五百余順という非常に長くて険しく危険に満ちて誰も足を踏み入れない恐ろしい道があったとしようと。このように形状の例えは始まります。その先に極めて価値のある宝物があり、皆そこに至りたいと思っている。そこに一人の同志がいた。その人は賢くて物事の道理に通じ、その険しい道が通れるのか通れないのかをよく知っていて、多くの人を率いて、なんとか無事に行ければというふうに思っていたと。ところが、率いられている人たちが途中で行くことを嫌がって、同志に向かって、私たちはとても疲れて、また恐ろしさもあって、これ以上進むことができないんだ。まだまだ先は遠いようです。今、なんとかここで、今来た道を引き返したいと思いますと、こう申し上げたんですね。ついて行っている人は、先が長いの？だったらもういい。帰りますってこう言い始めたわけです。同志はそれを聞いて、そのまま返しては今まで来た歩みが無駄になってしまう。どうにかして励まそうと、その励ます方法を考えるわけですね。そこで、道の途中に仮の城を神通力で築いて人々に告げます。あなたたちは何も恐れることはない。また引き返す必要もないんだ。今、この大きな城に留まって、心の良くするままにするがよい。この中では心よい平安を得ることができるだろう。もしもさらに進んで宝所に至ろうと思えば、またこの城から
出かけたらよいと。これを聞いて、この時疲れ果てた人たちは心から大いに喜んで、素晴らしいことだと感激して、私たちは今、この険しい道から逃れて、何とも心よい平安を得ることができたと思ったんですね。そこで彼らは神通力で作られた城に入り、これで救われたと感じて安心したわけです。その時、同志は人々が十分な休息を得て疲労も回復したことを知り、直ちに神通力で先ほど出現させた仮の城を消し去って人々に次のように語りかけたわけですね。もうここでいいやってみんな思ってた。そういったところでこの幻の城を同志は消して人々に告げるわけです。さあ、本当の宝があるところはもうすぐだ。幻の城はあなたたちを励ますために作り出したものなんだと。みんな出発しよう。これが形状の例えですね。釈尊はこのように比喩を説いて次のように言うんです。人々に対して最初から一仏乗を説いてしまうと、道のりが遠いと思って誰も信受しなくなってしまう。だから道中に方便の教えを示して、仮の城ですね。仮の城、方便の教えを示して一仏乗へ向かうように励ましたんだと。汝らのなすところは未だ弁ぜず、汝が住むところの地は仏手に近し。そなたたちがいる場所は仏の知恵に近いけれども、まだその知恵そのものではないんだと。正しく観察して見極めるがよい。そなたたちが得た悟りは真実のものではないんだと。だからこそ、今あなたたちは一仏乗へと向かわなければならないんですよとこう説かれたんですね。これを聞いた長州たちは、そうか。過去世から自分たちを釈尊は何度となく法華経へと導いてくれてたんだ。今それに気がついたんだから法華経を信受しようじゃないかということになったんだろうと思いますね。そして次の500弟子受記本第8で長州たちは順に受記を与えられていくことになります。ということで以上で化粧湯本の内容になります。最後に出てきました化粧の例えですが、実際自分の人生で考えても先の方が見えないからって立ち止まってしまっていることってよくあるなと思います。立ち止まっているだけならまだしも、そっちの方向じゃなくて別の方向に向いてしまう、そういったようなこともあるのかなと思うんです。法華経の成仏観というのは、成仏という目標到達点みたいなものはあるんですけども、もちろんそれはとても大事なことなんですが、その到達する先はやっぱりはるか遠いわけですね。ですから、どこかそちらの方向を向かないでおこうっていうことになってしまう。そういったことがあるわけです。そういった人たちに、いつかは必ず到達するから、成仏、仏になるということを信じて、その方向を見続けていかなければいけないよと。別の方向を見て別のものになるんではなくて、仏になるというその方向を見続けていなければいけないよということを教えてくれているのではないかなと思います。これを私たちの人生に照らし合わせてみると、最近は目標を立てて、仮の期限っていうものを作って、そこに向けて頑張っていこうというふうにやります。非常にそれは目標や期限が明確ですから、やりがいがある。そこに向けてやっていこうという気持ちになる。しかし、それは仮の目標でありますし、仮の期限であって、本当はその先があるわけですね。どんな技術だって、どんな勉強だって、いつでも私たちは最終到達点までの過程の中にいるんだろうと思います。ですから、目標や期限に合わせてできなくても、それはその過程であって、その先にまだまだ長い道のりがあって、その先を信じて励んでいきなさいということがいつでも大事なんではないかなというふうに思います。決してこの目標や期限が達成できなかったからって、別にその人の人生が何か価値のないものになるわけではありません。本来、その先の目標、一番先の目標に向かって仮にそれは決められたものであるっていうことを覚えておいて、そこに執着しないように、私たちが向かうのはその一番向こうのその到達点に向かってそこを見続けて進んでいくことが大事なのではないかなというふうに思います。
ということで、次回は500弟子受記本第8に入っていきます。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。